これ、どっちが主人かって言えないじゃないですか。ハードウェアだけでソフトウェアがなければスマホって言えないし、逆にハードウェアがなくソフトウェアだけがあってもスマホと言えない。でもこれが連携して成り立つところにスマートフォンがある。こういう意味わかります？で、例えばこの複雑系っていうのはありとあらゆる自然現象の中に、観察できるわけです。複雑系を説明するときに、例として一番、用いられるのが、気候、天気ですね。気候。はい、様々な天気があるわけです。雨が降るというこの現象において、中央指令センターなんてないですよねって話なんです。でも雨は降りますよね。中央指令センターを脳と勘違いしてしまうというふうに書かれましたけど、そうですね、勘違いなんです。多くの人はね、体が私なんですと、いうふうにね、えっと、考える人。そこから一歩進むと、いや、体じゃないよ、脳だよという段階になるわけです。なぜなら、脳が体を動かす主人だからっていうことになるわけですよ。考え方はわかりますか？だから脳が体を動かしているんだ。だから主人、中央指令センターは脳だということになります。では、その一歩先を考えてみましょうと。はい。では、ね、体を動かしているのは脳だというんであれば、その脳を動かしているものは何だということになるわけです。そこに霊魂という仮説を持ち込んでしまったのが間違いの始まりなんですよ。そういう主人が成り立たせているのじゃなくって、その主人が不在な、あの、複雑系という、システムにおいて、この性質が起きているっていうことなんですね。で、ちょっと仏教用語は難しく感じるかもしれないけど、さっきのね、五運浄苦っていうのは、この五運の働きが盛んになると苦しみが増しますよという、この五運という作用の比例関係ですね。五運の作用が栄えると、私という感覚が強くなり、故にそこに苦しみという感覚が生まれますと。で、五運開空っていう、この開空っていうのは何かっていうと、五運は全部空っぽだよって言ってるわけです。で、何が空っぽかって言ってるかっつうと、さっきのはい。この私という感覚を成り立たせる5つの要素の中、どこをとってもね、中央指令センター、主人がいません。空っぽですよって言ってるわけです。ご理解いただけましたかね？でも自我は敵じゃないんですよねって。いや、だからさ、ほんとに通じないな。自我は対象として特定できる、何か実体を持ったものじゃないんですよ。何かがあるんだったら、その対象として戦うことはできるけど、どうしても士気が中心のように感じてしまうという風に言ってるのがこれですよね。なぜこれが中心になるんですか？例えばこの判断、ね、認識って、例えばそのジャッジメントっていうのが一つですよ。ああ、あの人は嫌な人だ、だとか、あの人はいい人だって。この判断が私なんですか？もしくは私の中心としてあるものになるんですか？ジャッジしているのは脳だから、式が私だと感じます。だから、そこに私いるはずないじゃないですか。ジャッジしているのが私だって話です、それ。でも、ジャッジは
脳がしてるんだったら、どう言ったらいいんだろうな。どう言ったらいいんだろうな。うーん、ジャッジはしようとしているわけじゃないじゃないですか。そのジャッジというものが浮かび上がってしまっているって意味わかりますかね？どう言ったらいいかな。脳科学の方の話になっていくんですよ。脳科学も前から、ご紹介してるこれ見りゃ分かるんですけど、ここにも結局複雑系の話が出てくるわけです。ね、脳認知科学っていうね、我々が、感じている認識というのはなぜ浮かび上がるんだろう、どういうメカニズムで浮かび上がっているんだろうっていうことを研究しているのが脳認知科学っていう分野なんですね。さっき言ってたね、識っていうね、脳にジャッジが浮かんでいるって、この認識が浮かび上がるのはなぜなんだっていうことなんですよ。えー金近さん、脳にジャッジが浮かんでいる感覚ですということで、作っているのではなく、浮かんでいるんであれば、そこに私ってやっぱり出てこないって話になるじゃないですか。ね。で、この、体を動かしているのは脳。では、脳を動かしているのは何っていうのを突き止めようとしているわけですよね。で、その中の脳のどの部分がどこを動かしているんだって。で、そして脳のね、様々な働きの中に中央指令センターがあるのだったらば、そこが私だってことになるよねっていうんで、その中央指令センターを探すわけですよ。の科学は。ね。で、例えば言語野って言って、言葉を司るとこですよだとかね、前頭葉だとか後頭葉だとか、海馬だとかいろんなね、部分の名前があるでしょ。で、それぞれに、例えば、体の、体温っていうものを調整するのはここでやってますよだとか、ね、左半身、右半身の運動を司ってるのはここですよだとか、消化機能を司ってるのはここだとかね、視覚情報を処理してるのはここだとかっていう風に、その担当部署はどんどん見つかっていくわけです。要は会社で言うと、いろんな部署が見つかってくるんですよ。営業部です、経理部ですとかね、制作部ですとかっていう部は、見つかるんだけど、それの中央指令センター、社長室がないって言うんですよ。通じるかな？で、これはその部署が誰かの命令に従うということではなくって、これらの働きの相互作用、摂理によって運行しているのであって、誰かが命令をする、その命令を誰かが従うという関係は存在しませんって言ってるんです。で、それが主人がいませんっていう話になるんですね。だから、その主人、が、あの、いないことをね、禅の言葉でこう言うんです。主人公。はい。主人公ってね、皆さんが知ってる主人公は、物語の主役のことだと思うんですけど、これはもともとね、仏教禅から来ている言葉で、はい。主人が不在なのではなく、主人は公であると言ってるわけですよ。この公っていうのは複雑系のことなんです。相互関係を持つ複雑系の中に主人がある。つまり、私というものがあるって言ってないんですよ。はい。自由意志はないとつながりますってつながりますよ。だって自由意志って何かっていうと、私の自由な意志の話でしょ。ねえ、今ここで、なるほどとか、へえっておっしゃられてる方、
それ自由意志じゃないですよね。それこそ今この相互関係という、現象によって、「へえ」とか「なるほど」とかっていうのが反応として生じているわけであって、なるほどってなるぞってやって、私の自由意志でそれを発露させたわけではないですよね。